あらあら、これは香りもいいじゃないですか。これ新しいですよはい。美味しい紅茶が作れるようになりたいです。京都宇治田原の茶農家で15年間緑茶を作っている侍茶人が初めて紅茶を作る話。誰でも美味しく紅茶を作れるポイントを探ります。僕が作りたい紅茶ってどんなんやろって考えて、ちょっと前から思ってた、これが和紅茶で僕が作るとしたら侍紅茶っていう名前つけるんとしたらこれだって思って作ったのがこれとこれなんですよ。できてます。まあこれ品種は5個なんですけども、これ一人割りの機械。これは手摘みですか？手ばさみです。チャプチャプチャプチャ。はい。結構甘いべっこ飴みたいなことしてますね。一応 3g100ml 3分で1回出してるんです。でもかなり揉めてますよね、これ。しっかり。これはもう結構揉んでますね。結構揉んでます。うん、どうぞ。はい。よくできてると思いますよ。こんなもんですよね。和紅茶で一番こう飲んで、これはダメだっていうのがやっぱり雑味なんですよね。と嫌な渋み、それがまずないっていうのがもう合格っていうそこがないまずそこっていう嬉しい嬉しい。自分はやっぱそのお茶売ってる立場としてこのレベルだったらそのお客さんがそんなに不快感持たずに勧められるというか、飲んでもらえるかなっていうレベルが10のうち3あればいい方です。でもだからなんだろう、それでこれはその3の中には入ってるんですか？ギリ入ってない感じです。どれくらいなんですか？ギリ入ってる。ただそこで選ぶか選ばないかっていうのはそのうちのラインナップを見てこの日しかぶってるなとか。わかります。だからその要は僕の中ではこれ飲んでみて飲めるんですよ。はい。でも個性がないっていうかね、その要はそうですね、いわゆる飲めるけどもこれでなきゃダメっていう理由がないっていうか、香りが特段すごいとか、なんか余韻がすごい長く続くとか、そのちょっと個性があってその癖が楽しいとか、そういういわゆるなんていうんですかね、まとまってるっていうか、まあそのいわゆるもうその普通の紅茶なんですね。そうですよね。品種はちょっと品種の特性がやっぱり出てないと思うので、そこはまあなしとして、まあそういうところとは飲みやすさですよね。これぐらいだったら和菓子にすごい合うじゃないですか。そうですね。一回ちょっと冷めたやつはい。いやーちょっとドキドキしましたけど、結構ね紅茶はね、自分テイスティングする時は、まず熱い時の香りとか飲むんですけど、冷めてどのぐらい変化するのかっていうのがかなり重要なんですよ。そこでちゃんとこうお茶としてちゃんと乾燥してあるとか、その内質がまだこう動く状態のお茶なのかどうかっていうのは冷めてくるとだんだんこう正体出してくるというか。やっぱ飲みやすいですね。で、どうですか？冷えてからは。正直可もなく不可もないっていうか、やっぱ個性がない。個性はないけど、紅茶としてはちゃんとできてるなっていうのが第一印象ですよね。で、やっぱり自分はその品種の特性が出てるかっていうのは結構やっぱ気になっちゃうんで、五香っていうとその天茶だったり玉露の品種でもともとアミノ酸含有量が多いじゃないですか。それが紅茶になった時にどういう特徴が出るかなと思っ
って飲んでみると、意外にさっぱりすっきりした紅茶なんで、そういう意味か。そういう意味ではそのアミノ酸的なその甘さはそこまで品種特性として感じないなっていうのが。それを前提としてサムライ紅茶を今度は見てもらいたいんですけども、2戦目はないですよね。もうこれは1戦出しで。いや、後で入れてもいいです。とりあえずまずこれを見ていただきたいっていう、メインはこっちなんで。はい、わかりました。あらあら、これは僕が思う和紅茶っていうのは日本らしさやと思うんですよ。はい、香りもいいじゃないですかこれ。で、日本らしさって何かと思うと、やっぱり緑茶の製法やと思うんですよ。で、緑茶の製法を生かして針のような形状をするっていうのは日本独自のお茶じゃないですか。はい、新しいですよ。はい。で、それを作って侍の刀に見立てて侍紅茶。そしたらパッと見てわかるじゃないですか。これかなり目も入ってるし、これ手摘みですか？手摘みです。これがナンバーワンで面白いですね。面白いでしょ？はい。これないわと思って。でももう香りからして全然多分こっちより格段に自分はもう美味しそうな。多分揉んでるから揉んでる間に釜入りになってまた香りが立つんやと思うんですよ。よりその分火にかかってるのが多いんで、これナンバー2です。でこれで大体ワンロットどのぐらい量作れるんですか？これなんですね、粉はナンバーワンが 54.2g、ナンバー2が 49.5g。 100ぐらいですか？100g。そうですよ。照明の関係で、なんかずっと見てると煎茶見てるみたいですよね。そうなんですよ。色がわからないから。世界に発信するっていうのを前提に考えると日本らしさもあるし、そのより個性っていうか、もうこういう風な世界になってくると、ちょっと中国紅茶でもこう、中国紅茶っぽいなってなりますもんね。なんか個性を爆発させるには面白いかなっていうのが、その紅茶を作ってる間に僕は考えて、紅茶僕やったらこういうふうなするやろなっていうのを形にしたという。で、揉むから色が濃いんですよ。色思いました。すごいですね、この色。なんかなかなか和紅茶では出ないような。そうですね、本当に。しかも同じ銘で。パッと見香りも色も中国紅茶に結構近い。そうなんですか？はい。青山招酒っていう、その昔はその松でいぶしてこうちょっとせいろがっぽいね独特な紅茶って言われたけど、中国ではもう最近そのいぶさない無塩っていうタイプの青山招酒が人気なんですけど、それに結構全然味違いますね。いいですね。なんか深みありますね。はい、磨かれてる感じが。いいですよ。後味もすごくそのホイガンというか、その飲んだ後にちょっとポワッとくる甘さがこれには全くなかったけど、こっちにはやっぱしっかりありますね。やっぱりそれは手摘みで芽だけを摘んでるっていうのもあるかもしれないですね。そうです。やっぱり胃腸がすごくこう均一に行われてる。やっぱり機械で摘むとどうしてもその断面から雑味も出るし、乾燥度合いも変わってきちゃうけど、もうその本当にこう綺麗に整列された状態でこう胃腸してる感じがビシッとこう、あとはこうなんだろう、口の中に残る後味もちょっと爽やかな香りがこうじわーっとくる感じもやっぱ手摘みならではというか、ちょっとこうプレミアム的な味はありますね。でもこれって全然ちょっと渋みを感じますね。でもパンチがあるんか知らないですけども。でもね、それがこうダメな渋みじゃないところがむしろプラスポイントですよね。いわゆるそのお茶特有の本来ある渋みっていうのが後味としてこう後からふわーっとこう広がってくる。確かにその余韻がすごいですね。全く違います。どうですかこのお茶は？いや面白いですね。
でもただこのお茶が、うん、一般の人が飲んだ時にどれだけ分かるかっていうと、なかなかやっぱ分かりづらい、そうですね、うん、多分こっち好きな人も多いと思いますし、そうですね、うん、そうですそうです。青さでいうとこっちの方が若干やっぱり少し青さがあるというか、ちょっとこう若い部分の香りも残ってるので、もう少し熟成してくると、もっとこっちは良くなって、いやいいですね。もう一杯ちょっといいまあちょっとそのナンバー2もちょっと飲んでもらって、こう香りはやっぱちょっと若さがまだありますよね、でも美味しいな。ちゃんとこう磨いてる味というか、いやー、米山さん言ってもらって嬉しいな。ですね。はい、感覚で言うと、はい、コロンとした玉の状態でお茶が喉に入っていくっていう。機械摘みのこっちのお茶っていうのは、はい、少しべちゃっとした状態で口の中に入っていくっていう。まあ、さっきのこれ頭なんで言ってみたらちょっと軽い感じになるのかなっていう予想ですけども、色も若干こっちの方が明るいですね。ああ、そうですね。多分芯じゃない分。でも香りが違う。こっちの方がおとなしい。でもこれも綺麗ですね。味は僕こっちの方が好きかもしれないです。ちょっと華やかっていうか、その軽い感じが、はい、飲みやすいですしね、甘さもこっちの方が分かりやすいし、ただ個性はあるかっていうと、そこまでやっぱりないのは正直、その製茶のうまさが分かるっていう段階の紅茶で、あとはもう好みですね。どれだけその発酵をさせてどこを伸ばしていくかみたいな感じだと思います。自分はやっぱ頭の方が好きだな。頭って細かい方ですか？細かい方。これはすごく中国紅茶のいい紅茶に近い味がします。いい中国紅茶はもちろんすごい手摘みなんですけど、ものすごいミルク積むんですよ。でやっぱりこういう目の甘くてちょっとこうシャープな味とかがあるんですけど、それにすごく似てますね。